2007年アメリカテキサス州で起きた少女殺害事件。なんとこの事件の犯人は13歳の少年、しかも少女の実の兄だった。その男こそ妹を計画的に惨殺したサイコパス、ハリス・ベネット。現在刑務所に収容中の彼が全米を戦慄させた言葉とは。はいどうも、レコメントリーのけんちゃんです。どうも、やみやみかです。本日ご紹介するのは IQ140 を超えるサイコパス少年パリス・ベネットです。サイコパス少年。当時13歳だったアメリカの少年パリスはとある驚愕の目的のため自らの妹を殺害してしまうんです。妹？パリスは懲役40年の刑を処され、すでに人生の半分を刑務所で過ごしてるんですが、今現在のパリスが果たしてこの事件に関してどんな思いを持っているのかっていうのも気になりますよね。気になるわね、それ。突如自身の妹を殺めた13歳の少年、彼の殺人に隠された真の目的とは。懲役40年の13歳。2007年アメリカテキサス州で事件は起きました。当時13歳だった少年アリス・ベネットが4歳の妹エラを惨殺したんです。事件当日、パリスはエラとベビーシッターと共に自宅にいました。しかし彼は突然ベビーシッターを強制的に帰らせます。そしてシッターが帰宅した直後、なんとパリスは突如エラの首を絞め始め、最終的に殴って息の根を止めるという凶行に及んだんです。非常に残酷で痛ましいこの事件、アメリカの司法に裁かれたパリスは懲役40年の刑を言い渡され、刑務所に収容されるんです。そして事件から13年経った現在、パリスはすでに人生の半分を刑務所で過ごしていることになるんです。しかしなぜパリスはこのような残虐極まりない事件を起こしてしまったのでしょうか。妹に恨みでもあったのでしょうか。そうではなく、なんと犯行のきっかけはパリスの母親だというのです。そう、自身の母親であるチャリティ・リーに対する恨みから犯行に及んだんです。しかも当初は妹のエラではなく母チャリティの殺害を計画していたといいます。しかしなぜパリスは母親への恨みを抱えていたのでしょうか。彼の証言によると、実は母チャリティはパリスとエラが生まれる前までは違法薬物の常用者という過去を持っており、彼らが生まれてからは薬物を断っていました。しかし事件のおよそ2年前、パリスが11歳の時に再びドラッグに手を染め始め、薬物を6ヶ月ほど常用していたというのです。そして母チャリティがコカインに溺れている間、自分がエラの面倒を見ることになったことがチャリティの殺人を計画するまでの恨みにつながったというわけなんです。薬物中毒者である母に対する恨みを日々ふつふつと募らせていた13歳のパリス。しかし問題なのは、彼が殺めたのは母親ではなく4歳の妹エラだったということなんです。一体パリスはなぜ殺害のターゲットをチャリティではなく、よりにもよって純真無垢な幼いエラに変更してしまったのでしょうか。そこには我々のような一般人の思考回路では到底理解できないサイコパス的思考が隠されていたんです。どうぞましい話ね、これ。ケンちゃんはさ、自分が純粋無垢な方と思う？それともなんか心汚れてる方だと思う？どう見ても汚れてんだろ突如としてね、自分のね大事な妹をね殺害してしまった少年パリスなんですけど、そのあまりにも飛躍した犯罪心理について追求していきたいと思います。異常すぎる犯行動機。当時13歳の少年パリスが4歳の妹エラを無残な形で殺害。しかし当初からパリスが恨みの目を向けていたのは、被害者のエラでもベビーシッターでもなく、2人の母親で薬物中毒者であり、エラの育児をパリに押し付けていた母親チャリティだったんです。母親が憎いから妹に手をかけた。一見すると不可解すぎるこの犯行動機には、彼のとある精神的な問題が大きく関わってくるんです。母の殺害を計画していたパリスがターゲットを変えて妹のエラを殺害した理由、それは子供を失うという最悪の方法で母チャリティを精神的に傷つけることができると考えていたからだと言われているんです。その上、妹を殺したパリスが刑務所に送られれば、自身の子供を2人とも失うことになり、チャリティにより多くの痛みを負わせることができると考えていたというんです。サイコパスだな。母を傷つけるためだけに身代わりとして妹に手をかけたパリス。このあまりにも自己中心的な考え方を見せたパリスを担当した医師は、彼のことをサイコパスだと診断しているんです。でも分かってたわ。さらに IQ が高いこともサイコパスの特徴の一つとも言われているんです。IQ の平均値は100とされ、70から130
30の間に約 95% の人が収まるとされる中、パリスの IQ はなんと141と非常に高く天才的なレベルだったんです。自分の目的達成のためなら人命さえも惜しまないサイコパス少年パリス。犯行当時の思考のおぞましさもさることながら、犯行後の彼の発言にもまたサイコパス性がちらつき始めているんです。犯行後、パリスは自分が引き起こしたこの事件について計画されたものではないと主張しているんです。しかし専門家はパリスには計画性があったと確信しているんです。なぜならパリスがエラを殺す前にベビーシッターを意図的に帰らせていたためなんです。計画的だったとされる証拠は他にもあります。パリスはエラを刺した後、なんと事件の目撃者の体で自ら救急隊に電話をしているんです。もう怖いわ。逆に救急オペレーターにエラに心臓マッサージをするよう指示されたパリスは、オペレーターと電話越しに一緒に数まで数えたそうなんです。しかし後に彼はエラとは別の部屋にいて心肺蘇生を試みていることを装う嘘をついていたことが分かったんです。このようにサイコパスの特徴として自分の非を認めないことや平然と嘘をついたり他人を操ろうとすることもまた挙げられているんです。パリスの発言を私たちがそうやすやすと信用してはならないことは明らかでしょう。そんなパリスのサイコパス的な行動や言動が世の中をさらに震撼させたのは去年のこと。2019年、イギリスのドキュメンタリー番組が犯行から12年経ってもなお刑務所に収監中のパリスの元を取材します。すでに人生の半分を刑務所で過ごしていることになるパリス・ベネット。20代半ばの青年となった彼が語るのは事件への反省か、失った家族への思いか。しかしその口から紡がれたのは視聴者の耳を疑うようなある自分勝手な弁明だったのです。他人に共感することできないし自分勝手で高 IQ のサイコパス。 KY の究極体じゃない。おめえのことはな。なんで見ろ、この地球に合わせない感じ。お前 KY の究極体 IQ がさあここからはですね、僕たちに匹敵する、いや僕たちよりちょい下ぐらいの高 IQ サイコパスね、パリスのインタビューを紹介していきたいと思います。インタビュー受けたの？そうなんです。ちょっと行ってきたんで、サイコパスが語る真実。自分の目的達成のため愛すべき妹の命を奪ったサイコパスパリス・ベネット。事件から12年後の2019年、25歳になってもなお服役中のパリスはイギリスのドキュメンタリー番組のインタビュー取材に登場します。彼が何を語るのか注目が集まりました。しかしパリスから語られるのはあまりにも身勝手な主張だったんです。彼の口から一貫して出てくる言葉、それは自分を釈放すべきだという一言だったんです。パリスは番組の中でインタビュアーの質問に答える形で、現実の殺人は考えていたものとは違ったと振り返ったんです。殺人によって自分が何かを成し遂げたとか目標を達成したとは思っていませんと発言したパリス。また現在の自分は当時の自分とは完全に違っているので、妹を殺すことで私の問題が解決できるとなぜ考えたのか今は理解できないとも語っており、昔の自分のサイコパス性を完全否定し、現在の自分は更生したと主張しているように聞こえます。しかしこのインタビューを通してほとんどの視聴者はパリスの中に未だに消えぬサイコパス性を感じたというんです。というのもパリスはインタビューの中で自分の犯した犯罪を語るときに人間らしい後悔や感情を一切表情に出さないんです。その態度は無機質で沈着冷静さを感じさせ、故にパリスの全ての発言が自分の擁護のために計算されているという雰囲気が滲み出ていたんです。いやもうまさにサイコパスっつうことっすよね。このドキュメンタリー番組ではパリスの母親チャリティも取材を受けています。娘エラが殺害されるという悲劇に直面した一方で、命の危険を免れた母チャリティ、なんと現在は息子を許し刑務所にもたびたび面会に行っているそうなんです。この事件から13年経った現在、彼女には事件後に生まれた別の息子もいるんです。最初の息子パリスから殺意の目を向けられてしまっていた母チャリティはパリスの起こした事件についてどう思っているのでしょうか。取材に応じたチャリティは、パリスのしたことを憎んでいます、でも彼を憎むことはできませんと声を振り絞ったそうなんです。母から慈悲深く無償の愛を送られているパリス。しかしその一方でパリスは依然として自分の合理性をアピールするばかりなんです。彼は番組のインタビューで、私は収監されていますがそれは私がモンスターや悪人であるという意味ではないんですと主張し、さらに私が13歳の時に犯した過ちによって私の人生全てが決定されるべきではないと思いますと落ち着いた口調で続けたんです。しかしながら淡々と自分の弁護を展開する一方で、パリスは自分の内部には未だ暗闇があるとも明かしているんです。その暗夢めいた発言を受けて視聴者は戦慄。今後の自分の育成を社会に対して煽るようにアピールするパリスの姿を見て、世論では彼は一生社会から隔絶され閉じ込めておくべきだという意見も多いそうなんです。
懲役40年の刑が宣告されているパリスなんですが、2027年には仮釈放が予定されています。13年前に彼のターゲットから外された母チャリティも、パリスが仮釈放となったら身の危険を感じると言っているそうなんです。いや、そこは信じてないんだ。今の自分は違う。彼の主張は私たちが信用するに値する真実なのでしょうか、それとも世間の温情を集めるための塗り固められた嘘なのでしょうか。チャンネル登録と高評価よろしくね。